近接戦で無双する機体 ASWG-01 ガンダムバエル。 ASWG-01 ガンダムバエルは機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズの終盤で登場したモビルスーツです。マクギリス・ファリドが登場し、その力を見せつけました。今回はそんなガンダムバエルについて解説させていただきます。ギャラルホルンの真理はここだ。皆バエルの元へ集え。ガンダムバエルはテレビアニメ鉄血のオルフェンズの舞台から約300年前に起きた厄災戦の時に開発された機体です。厄災戦とは惑星間規模の対戦であり、無人機動兵器であるモビルアーマーが暴走し人類を抹殺しようとしたことから、人類はモビルスーツを開発し、これに対処しました。その中で厄災戦末期に開発されたガンダムフレームタイプのモビルスーツの初号機がガンダムバエルとなります。ガンダムフレームは全部で72機が製造され、ソロモン72柱の悪魔の名を冠するガンダムが開発されましたが、バエルは悪魔の名を冠していながらも天使のような外観を目指してデザインされました。書籍機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズメカニカルワークス内で、バエル、バルバトス、グシオンリベイクなどのデザインを手掛けた鷲尾直弘によると、鉄血のオルフェンズの機体において羽を持った機体のデザインは避けられていましたが、バエルだけは特別に OK が出ていたことが明かされています。厄災戦ではバエルにはアグニカカイエルが登場し、搭載された荒屋敷システムと一体化を果たして人間離れした圧倒的な戦闘力でモビルアーマーたちを駆逐しました。またアグニカカイエルは思想や出自に関係なく戦争終結のため同志を集め、ギャラルホルンの前身となる組織を作り上げました。戦後は強大すぎる効果を危険視したギャラルホルンによって荒屋敷システムが禁止されたので、荒屋敷システム対応型コックピットであるバエルを動かせる者がおらず、地球洋上に建設されたギャラルホルンの地球本部ビーンゴールブの地下祭壇に安置されることになりました。こうして人類を滅亡へ追い込んだモビルアーマーとの戦いに終止符を打った機体であるバエルは、アグニカカイエルの魂が宿る機体として神格化され、機体を操る者はギャラルホルンの頂点に立つ資格を得ると伝えられるようになりました。バエルを操る者こそが唯一絶対の力を持ち、その頂点に立つはずだ。ガンダムバエルは操縦には荒屋敷システムによる交換が必要ですが、人体の機械化を禁忌とするギャラルホルンが荒屋敷システムを禁止したこともあって、操縦方法が忘れ去られていきました。そしてギャラルホルンは荒屋敷システムを必要とする厄災戦時代のガンダムフレームではなく、通常の操縦系統を持つグレイズのような機体を採用していくことになります。ギャラルホルンは厄災戦を戦い抜いた7つの家紋であるセブンスターズを中枢とする軍事組織であり、武力をもって武力を制する世界平和を維持するための暴力装置とされています。武力を行使する統制局、統制局を監視・調査する監査局、警察事業を担う警務局、経理や人事を管理する総務局の4つの部門で構成されており、基本的に地球出身者で固められています。治安維持を目的とした武装勢力として結成したはずのギャラルホルンですが、300年以上の時を経て地球出身ではない県外圏出身の兵士への差別や格差が広がり、さらに火星支部局長であるコーラル・コンラッドが治安維持を行うべき立場でありながら、火星独立運動を支えるノブリス・ゴルドンからの資金援助を受けるなど、組織の大部分が腐敗していきました。その結果、民衆にも差別や貧困が蔓延し、生活難から過酷な労働に就く孤児たちや人身売買されるヒューマンデブリを生み出すことにつながりました。実権を握る中枢のセブンスターズも代を重ねるごとに形骸化していきます。セブンスターズはイズナリオ・ファリドを当主とするファリド家、ガルス・ボードウィンを当主とするボードウィン家、カル大衆の父を当主とするイシュー家、ラスタルエリオンを当主とするエリオン家、イオククジャンを当主とするクジャン家、ネモバクラザンを当主とするバクラザン家、エレクファルクを当主とするファルク家、これら7つの家紋で構成されていますが、中でも特にイオククジャン、通称ペシャンコーは劇中で様々な失態を犯しており、厄災戦時のエースパイロットの末裔であるセブンスターズがいかに変わり果てたかを物語っています。バエルのパイロットであるマクギリス・ファリドはファリド家の当主であり、ギャラルホルンの地球本部の司令官でもあるイズナリオ・ファリドの養子です。マクギリスは表向きはイズナリオの愛人の子供ですが、
もともとは最下層の少年でした。美目秀麗な容姿がイズナリオの目に留まり、同じ境遇の少年たちと共に男娼としてファリド家の別邸で暮らすことになります。そして地獄のような生活の中で生き残るために才覚を表した結果、再びイズナリオの目に留まり正式な養子になります。同じセブンスターズの出身であるガエリオ・ボードウィンやカル大衆と仲良くなり、ガエリオの妹であるアルミリアとは親同士が決めた許嫁の関係になりました。ある日、アグニカ・カイエルの伝記に触れたことを契機として、マクギリスはアグニカ・カイエルの登場機ガンダムバエルに強く執着するようになります。そして腐敗した社会や大人たちに虐げられてきた境遇も相まって、マクギリスはギャラルホルンの象徴ともいえるバエルを手に入れて、腐敗したギャラルホルンを改革することを望むようになります。菓子でもおもちゃでも欲しいものはあるか？バエル。鉄血のオルフェンズ第1期では、ガエリオと共にギャラルホルン地球本部から監査官として火星支部を訪れます。明晰な頭脳と分析力を発揮して火星支部局長のコーラルの腐敗を追い詰めていきました。そして鉄火団と開口したマクギリスは三日月に興味を抱くようになります。三日月からチョコレートの人と呼ばれるマクギリスはシュバルデグレイズに登場して鉄火団と交戦します。バルバトスの弱点を一発で見抜き、的確に攻撃する洞察力と技量の高さを見せつけました。その後、地球圏に帰還した後、裏では仮面をつけて旧姓のモンタークを名乗り、貿易商モンターク商会として鉄火団へ接触します。鉄火団がギャラルホルンを変革させるという目的のための外的要因になると期待するマクギリスは、三日月に正体を一発で見抜かれるも正体を他言しないことを条件の一つとして鉄火団への支援を開始するのでした。ギャラルホルンの改革へ向けて着々と準備を進める中、バエルを起動させるために荒屋敷システムの研究開発も進めていたマクギリスが、戦闘でガエリオをかばって瀕死の重傷を負ったアインダルトンをグレイズと一体化させる真の荒屋敷で助けることを提案します。こうして荒屋敷システムの手術を安全に行う方法の研究を進めました。その後、マクギリスはギャラルホルンが忌み嫌う荒屋敷を搭載するグレイズアインを利用して組織の権威を失墜させ、謀略を巡らせてカル大衆を戦死させて異臭家の後見人の座を奪い、ガエリオ・ボードウィンを討ち取ってボードウィン家を乗っ取ることに成功しました。ギャラルホルンを正しい方向に導くためにはお前とアインが必要だった。ギャラルホルンの腐敗の証拠を集め、着実に革命を起こすために同志を集め続けたマクギリスはついにクーデターを起こして動きます。そしてビーンゴールブを制圧し、地下の祭壇で約300年前の厄災戦時そのままの姿を残しているガンダムバエルを見つけるのでした。300年だ。もう休暇は十分に楽しんだだろう、アグニカ・カイエル。さあ目覚めの時だ。ガンダムバエルは武装や機体の特殊性が極めて少ないスタンダードな機体とされています。また荒屋敷システムを搭載していますが、バルバトスやグシオンなどの不完全なものとは異なり、成人にも史実可能な厄災戦時代の完全な荒屋敷が搭載されています。不完全な荒屋敷は命の危険と隣り合わせな史実を3回行って初めて完全な荒屋敷と同等の性能になりますが、マクギリスは秘密裏に復活させた技術により一度の手術で完全な荒屋敷のレベルに達しました。武装としてはマクギリスが登場の際には2本の剣バエルソードを装備しています。刀身はグリムゲルデのバルキュリアブレードに使われているものと同じ希少金属が使用されており、モビルスーツをフレームごと切断するほどの切れ味を誇ります。なおバエルソードが厄災戦当時の武装なのか、それともマクギリスが新たに作り出した武装なのかは文献によって異なっています。144分の1と100分の1ガンダムバエルの説明書やザ・ドキュメント・オブ・機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズに、そしてピクシブやニッコニコ大百科などでは厄災戦時の武装とされており、第2期コンプリーションメカニカルワークスメカニック&ワールドにでは厄災戦時の武装はバエルソードと明言されておらず、あくまでアグニカ・カイエルは非常に少ない武装で戦ったと伝えられており、バエルソードは第1期マクギリスが登場したグリムゲルデの剣を仕立て直したとされています。射撃兵装としては左右ウィングに1門ずつレールガンを内蔵しています。劇中では
キマリス・ビダールとの戦いでバエルソードを折られた際に使用しています。劇中ではバエルを手に入れたマクギリスはバエルの意向を振るい、ギャラルホルンの改革を目論みます。しかしラスタルエリオン以外のセブンスターズが傍観の立場を取る程度で言い伝えられているほど劇的な効果は発揮できませんでした。また生き延びていたダエリオンによってセブンスターズを裏切っていたことの真相を暴露され、さらにラッシャル率いるアリアンロッド艦隊の前に戦況が不利な状況へ傾いていきます。バエルを持つ私に逆らうか。最終的に短期でアリアンロッド艦隊に突入し、武装面で圧倒的に充実しているはずのキマリス・ビダールと互角以上の戦いを繰り広げるも、最終的にバエルソードが折れ、マクギリスはその先の世界を作り出すことが叶いませんでした。そしてこのマクギリス・ファリド事件の後、バエルはコックピットブロックを外され、機体を拘束する形でビーンゴールブの祭壇に保管され、再び眠りにつくことになるのでした。世界の扉がもうすぐ開かれるのだ。余談ですが、メカニカルワークスにて設定交渉を担当された鴨志田はじめ氏によると、バエルは72機のガンダムフレームの中で最も旅力が強く、アグニカは相手の攻撃に全く当たらず自分の攻撃を確実に当てていく近接戦で無双する人物とされています。またバエルは番地強化系の装備も考えられたものの、最終的に双剣の装備に落ち着き、さらに電気砲をつける予定はなかったものの、武装が少なすぎたので埋蔵して追加することになったとされています。当初は尺状を手にした祭司のようなイメージもあったとされるガンダムバエルは、アグニカ・カイエルがセブンスターズに名前を残していないなど様々な謎が残っています。もしかすると薬剤戦を映像化するためにあえて設定をぼかしてあるのかもしれません。彼の生涯にこそ求めるものがあるはずだ。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。